アニメ化。時代は宇宙世紀0088。混迷を極めるティターンズとエユーゴの戦いの終盤、人類の狂気を背負った機体が姿を現す。2人いや3人の悲劇の女性が関わるこの巨人の奇跡は、時代とともに大きく拡大しようとしていた。サイコガンダムマーク2、型式番号 MRX010。 テレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」が初出。すべての始まりは宇宙世紀0079。連邦がジオングと呼ばれる兵器に大きな被害を受けたところから始まった。連邦の艦船を容易に落とし、ガンダムも大破させた力、その恐ろしさを身をもって知った連邦は、翌年にその力の源であるサイコミの研究を始めた。しかしその研究は思ったほど簡単なものではなく、ガンダムとサイコミの融合という夢を目指したものの、何度テストを重ねても理想に近づけず、研究は困難を極めた。そんな中、ニュータイプ技術の研究に特化していた村雨研究所で、パイロットにも手を加えることで機体制御が可能なサイコミ搭載型ガンダムを作るという手段を展開。甚大な被害をもたらす破壊のガンダムであるサイコガンダムの開発に成功した。もっともその力が存分に生かされる前に失われてしまうことになるのだが、それでも懲りる様子を見せない連邦は、さらなる凶悪な機体の開発を進めることになった。そうして完成するのが狂気に満ちた研究の果てに、何度も戦場に現れることになる機体、サイコガンダムマーク2である。本機の開発はサイコガンダムを開発した村雨研究所が引き続き行い、ベース機の運用データをもとに強化と改良が施されている。全身の装甲材はガンダリウム合金を採用し、一説ではビームを弾くアイフィールドも展開可能と言われている。コクピットはサイコガンダムと同じく頭部にあり、全天周囲モニターとリニアシート方式に加え、いざという時にジオングのように頭部だけ脱出することが可能になっている。その大きさはサイコガンダムとほとんど同じで、ゼータガンダムの約2倍にもなるのだが、一方でスピードは意外なくらいに速くなっており、その速度たるや全力で逃げるゼータガンダムに追いつくレベルである。このメカニズムは外見ではわからない改良の結果で、ベース機であるサイコガンダムに内蔵された装置のうち、地上の空を自由に飛べるようにするミノフスキークラフト、ニュータイプの脳波を機体に反映させるサイコミ、この2つが特に大型であるため、サイコガンダムは巨体な上に動きは遅い巨人のようになってしまったのだが、本機の場合はそのうちのミノフスキークラフトをシールドに搭載して外付けにすることに成功。その恩恵で重量がかなり軽量化され、構造の調整と推進機関も強化した結果、出力は減ったものの機動性が大幅に強化されたのである。これによりモビルスーツ形態での速い動きに加え、シールドを分割して機体左右に装備し、モビルアーマー形態に変形することで重力下での飛行を引き続き実現。しかも出力が下がってもサイコガンダムは使えなかった遠隔誘導端末兵器を扱えるようになっているため、火力には実質大きな影響はなし。そこに投薬や数多くの人体実験に加えて、記憶操作などを行って作り出した人工ニュータイプである強化人間を組み込んだことで、本機はこの当時では最強ともいえる力を手にしたのである。また後の時代では強化人間だけではなく、ニュータイプの遺伝子を作って生み出されたクローンも本機のパイロットになっている。もっともパイロットをしっかり用意していても順調に扱えるという代物ではなく、破壊衝動の強化といった精神的な干渉に加え、体にまで大きな負荷がかかってしまうため、まさに命を削る悪魔の機体と呼べる代物でもあった。武装もベース機よりかなり凶悪になっており、額のアンテナの中央には小型のメガビーム砲、胸部から腹部にかけて3機搭載されたもので、収束と拡散の2種類のビームが撃てるメガ拡散ビーム砲、両肩に6機、腰部に6機、そして両脚部に8機の
合計20機にもなるメガビーム砲。さらに両前腕部はジオングのように遠隔誘導で制御できるようになっているほか、2種類の武装が搭載されている。一つは手首を折り曲げて使用するサイコミ式ビーム砲。こちらはビームソードとして使うことが可能な武装になっている。もう一つは指の一つ一つにつけられた支部ビーム砲。これはジオングのものを色濃く受け継いだものになっている。これら全てを合わせた37機にもなるべらぼうすぎるビーム祭りな武装構成に加えて、本機にはアイフィールドジェネレーターを搭載した無線式の特殊ビットであるレフレクタービットが搭載されている。これは主にモビルアーマー形態で使うもので、背面左右から射出し、敵機や自身が撃ったビームを反射させることで予測できない角度から攻撃を仕掛けることが可能になるというものである。通常のビットは空でしか使えないが、この武装に関しては短時間なら重力下でも使えるといった非常に便利なものになっている。ただしモビルスーツ形態では射出口が閉じてしまうため実質使えないようである。こうして全身武装だらけの曰く付きの機体である本機は3つの部隊で3人の女性パイロットと大きく関わっていくことになる。最初の部隊は機動戦士ゼータガンダム。そこで本機に乗り込んだパイロットは地球連邦軍の特殊部隊であるティターンズ所属の強化人間ロザミア・バダム。彼女は軍の都合で次々と記憶を改ざんされ、その矛盾で大きく苦しむことになったパイロットであり、彼女が本機に乗るときは記憶操作を繰り返され、かなり不安定な精神状態であった。それもあって本機はサイコミ兵装は使用不能で、さらにシールドの完成も遅れていたため不完全な状態で出撃することになった。しかしそれでも全身のビーム砲を撃ちまくることはできたため、敵対するエユーゴの母艦であるアーガマを襲撃。かなり惜しいところまで追い詰めたものの撃破には一歩及ばず、最終的には同時に交戦していたカミーユビ団のゼータガンダムにコクピットがある頭部を破壊されて沈んでいる。そして本機が戦闘不能になったのはちょうどジオン残党の移動要塞であるアクシズであったため、この時はそのまま同軍に回収されることになったのであった。2つ目の部隊であり続編のガンダムダブルゼータではアクシズ改めネオジオンが本機を修復して運用。次のパイロットは同軍が作り出したクローン兵であるプル2。オリジナルである LP プルのクローンである。プルシリーズの一体として生み出された彼女もまたグレミートトという男の野心に利用され、誕生後すぐに兵器として扱われるという境遇を持つパイロットであった。本機にはアイルランドにあるダブリンで登場。そこでアーガマを襲撃するために出撃。その阻止のために立ちふさがったプルのキュベレイマーク2と交戦することになる。初めて出会うオリジナルとクローン。攻防戦は本機とプル2が制し、キュベレイマーク2をほとんど戦闘不能にして追い詰めている。しかしそこに駆けつけてきたジュドーアーシタが狩るダブルゼータガンダムが割り込んだため、そちらと交戦。空中戦の果てにこちらも追い詰めることに成功しているのだが、とどめを刺そうとした時にプルがそれをかばって自爆。本機は致命傷を負い装甲がボロボロになることになる。そこからは怒りでバイオセンサーを発動させた。ダブルゼータガンダムと戦いを再開させるも、本機は即座に切り裂かれてしまい、頭部を脱出させ撤退することになったのであった。こうして復元不能となった本機はこれまでは失われたと思われていた。しかしさすが連邦とティターンズというべきか、ろくなことは考えていなかったらしく、表舞台には登場しなかったものの本機を複数作るという暴挙に走っていたのである。そしてそれは後の世の思わぬところで登場することになった。その後のサイコガンダムマーク2。新たに作られていた本機のうちの1機が登場したのはアドバンス・オブ・ゼータ・リブートガンダム・インでクロウサギの見た夢。機動戦士ゼータガンダムで展開されたグリプス戦役終結後、火星に落ち延びていたティターンズの残党が持ち出していたもので、宇宙世紀0091になって稼働したものである。当時火星ではジオン残党同士の争いが起きており、
レジオンと呼ばれるプルシリーズらしき少女たちが運用する組織とティターンズは手を組み、本機を含めた数々の新兵器を駆使して火星の実権を握っていった。その後はオリンポス火山の基地で武装を撤去して掘削用のパーツをつけた贅沢すぎる作業機仕様バケットホイールエクスカベーター型サイコガンダムマーク2として運用。作業用という第二の人生を送っていたのだが、そこからレジオンに反旗を翻し、敵対するジオンマーズと組んだティターンズの残党に確保され、新たな兵器として使われることになるのである。そこで関わることになる3人目のパイロットがウィズノという女性。彼女はもともとティターンズが進めていた曰く付きの計画の中心人物の記憶を受け継いだクローンとして生み出された。自らを偽物と卑下する一方で本物になれるという希望を抱きながら、昼は孤児院のシスターとして子供たちを導き、夜はトライステラーと呼ばれる酒場の経営者としてスパイ活動を行い、ティターンズ最強の兵器であり、先の戦いで奪われたガンダム飲料レジオンから取り返すための情報収集を進めていたのである。そしてその奪還作戦である輝ける星作戦の際に本機に登場。この当時はまだ存命であった某赤い人が知ってか知らずか、彼の思考パターンや戦闘データなどを反映した特殊 OS バニス CA をインストールし、赤い彗星としての動きが可能なサイコガンダムマーク2と化したのである。その戦闘力はサイコガンダムシリーズの中でも最速といえるほどのもので、最も技量の高いものであったが、その負担は命を捨てることが前提というレベルであり、このサイコガンダムマーク2もまた悲劇の象徴だったのである。しかし水野が積み重ねてきたものは思わぬ奇跡を引き起こすことになったのであった。そして現在のところ判明している最後の一機が機動戦士ガンダム UC009T4 アクロス・ザ・スカイに登場するナイトロシステム搭載型サイコガンダムマーク2。この機体はティターンズのモビルスーツを秘密裏に管理していたオーストラリアの巨大倉庫デビルズネストに眠っていたものである。人格と引き換えにパイロットに強制的にニュータイプ能力を発現させるナイトロシステムを搭載し、アクロス・ザ・スカイの終盤にてサイコガンダムと共に登場することになるのだが、パイロットの詳細は不明であった。そしてこちらの本機はさまざまな実験機に圧倒的な戦闘力を見せつけている。こうして複数が作られた本機は基本はパイロットと共に悲惨な最後を迎えているのだが、水野の結末次第ではその法則が崩れることもあるのかもしれない。ちなみに移設の宇宙世紀ではさらにとんでもスペックな仕様が誕生しており、雑誌企画ソロモンエクスプレス2では実験中に暴走して異世界に逃げ込んだというエピソードを持つサイコガンダムシステムという仕様。近藤和久氏による漫画機動戦士ガンダムジオンの最高レムナント1ではベーブという人工知能を組み込んだ無人機であるエクスペリメントという仕様が登場している。余談。本機にはフィギュア限定の一風変わった装備がある。それがこの斧。巷ではラーディッシュを切り裂いて撃破したり、ダブルゼータガンダムのハイメガキャノンを防いで一度は倒してたり、サイコアックスと呼ばれたとか、別の世界線で展開されたネタ話に事欠かない武装である。これは最近予約が始まったハイグレード版ではなく、2016年に発売された食玩のフィギュアユニバーサルユニット版に付属していたもので、専用の台座を変形させることで斧になるというものであった。あまりにもさりげなく付属していたものすごく謎な武器であったため、ネットではさまざまな設定が次々と生み出された、ある意味曰く付きの装備であった。他にも本機は SD ガンダムヒーローズではサイコロガンダムに一瞬なっていたり、ガンダムビルドファイターズトライシリーズに登場していたりと、ビルド系や SD 系でも出番が多く、特にビルドファイターズトライに少しだけ登場したこちらのものは白ベースのカラーリングになっているのだが、本機が白になるのは機動戦士ゼータガンダムの放送中に販売されたアニメ雑誌ニュータイプ1986年1月号に掲載された制作中のデザイン依頼である。
今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。